皆さんこんにちは。神対チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。神との対話はとても実践的で役に立つ教えですので、ぜひ今日も聞いていってください。野川さん、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日のテーマなんですが、神対的神話とこういうタイトルでお届けしたいと思っています。この話長いので、前半後半の2回に分けて撮ってます。神話というと旧約聖書とか古事記とか、そういう話があります。我々は、なんでこの世界に生きてるのかとか、神様はなんでこの世界を作ったのかとか、そういう話なんですけど、現代人の私たちには、おとぎ話のような感じがします。で、神対の神様が語ってるのは、そういう神話というよりは我々が追体験できるような話をしてくれてます。我々だいたい15歳ぐらいで自我の目覚めがありますと、なんで自分はこうやって生きてるんだろう、苦しいなとか、そういうことをだいたい考えるんですけど、そのうち忘れていきます。なので今日の話は特に若い方、それからもう若くないけどしばらくそういうことを考えてこなかった人たちにぜひ聞いていただきたい、そういう話なんですよ。で、今日のですね話の流れはこういうことになります。まず神は何を欲求したか、それから2つの世界が必要なわけ、それから人生というプロセスの中に我々今います。そして宇宙の法則と自由意志を使って日々人生を創造しています。そして神の計画を担う私たちと、実は神が我々の人生を体験しているという、そういう結論になるんですけど、そういう話になります。で、まず、神との対話の神話ではこの宇宙を誰かが作ったっていうことじゃなくて、初めからあったっていう、そこからスタートしますね。で、このグレーになってるのが、これが非物質的宇宙、初めからあった、神が存在した、いつから始まったかはわからない、いつまで続くのかもわからないという、そういう神がこのグレーの部分です。これについてちょっと、お話をですね、このグレー、非物質宇宙なんですけど、もうそれ自体がすでに私たちが呼ぶ神という存在であり、その神っていうのはエネルギーでもあります。で、このエネルギーっていうのは実は何にでもなる可能性のあるエネルギーで、宇宙は全てが満たされていて、そこに空という場所はないです。そして人間側からこのエネルギーっていうのを見れば、この神様というのは生命とも入れ替えられる生命の源であり、意識、私が私であるという意識の源でもあり、愛とか喜び、自由の源でもあり、別の言い方をすると純粋な思考というエネルギーでもあり、波動でもある、こういうふうなのが神様と私たちが呼んでいる神との対話の神様のあり方は、そういうふうな言葉で表現できると思います。で、そこでそういう神がもともとありましたと。そうですね。で、もともとあった神様だけの時は、もちろん世界もないし、我々もない、我々の魂っていうのも分かれていなかった。そうです。そういう状態ですね。一つの状態ですね。で、その時に神様があることを欲求しました。そうです。で、それが神との対話の一巻に書いてあります。存在のすべてはあるのは自分だけだと知っていた。そうです。が、それだけでは十分ではなかった。なぜなら、存在するすべてであることの絶対的な素晴らしさを概念的に知っていたが、体験的には知り得なかったから。そうですね。そこで自らを体験したいと激しく望んだと。そうです。
そこをちょっと具体的に説明しましょうか。はい。今高橋さんが言われたように、存在のすべてあるのはもう神様だけしかいない。でこの神様はさっきも言った何でもな可能性のあるエネルギーであり、そのエネルギーは例えば私は明るいと言ったら全部が明るくなるし、逆に暗いといえば全部暗くなる。それから白といえば全部白くなる。黒といえば全部黒くなる。要するに全部が自分だから、自分は何にでもなれる知ってのを持ってたけど、それを実際に体験したいとこの神様は激しく欲求したわけです。それが神の最初の欲求、あるいは宇宙の最初の欲求で、そこから神の壮大な計画が始まります。はい。はい。はい。そしてこれ神との対話の神様が輪廻転生の説明のセクションで、そうですね。図解してるものですね。はい、これそうです。神へ帰るですね。これリンゴなんですよね。はい、リンゴです。はい。で真ん中のところはリンゴの芯です。そうです。はい。はい。でこのリンゴの芯が我が家だと。そうですね。我々がもともと住んでいたところってそいう、そういう意味ですよね。はい、そういうことです。でこの2つの世界、はい、霊的世界と物理的世界っていうのが、神が自らを体験するためには必要なんだと。そうです。ということで、はい、こういうコンセプトを作ったと。はい、まだこれコンセプトフェーズなんですよ。この時はね。はい、そうです。はい。はい。それでいいと思います。で、これをですね、神様はこのことをですね、こういう言葉で語ってます。このコンセプトです。魂は霊的な世界の道を通って完全な知に到達する。はい、で、物理的な世界の道を通って完全な体験に到達する。はい、そうです。どちらの道も必要だ。はい、で世界も2つあると。はい、2つ作ったわけです、神様が。そういうことですね。はい、この2つがこう合わさって、はい、知と体験が合わさって、十分な感情が創造されます。そういうことです。はい、はい。つまり感情っていうのは物質の肉体がないとできませんから。はい、そうですね。実はこの感情の体験っていうのが、神様が求めていた自分自身を体験すること、ということだという理解なんですけど、それで合ってますか？大丈夫だと思います。はい、それでいいと思います。少し説明すると、今のところで私たちが知ってることを知ってるように物質界で体験することで、知識が知恵にまず変わるってことです。だから体験をしないと知恵には変わらない。いくら知ってても知恵には変わらないってことですね。それを何回も繰り返すことで十分な感情を抱くことができて、それを抱くと完全な気づきの状態にまで到達するってことです。で完全な気づきの状態が今読まれた我が家とか完了とか、あるいは神のエッセンス、先ほどのリンゴで言えば芯の部分です。あそこに私たちはやがて遅かれ早かれそこに到達するってことだと思います。はい。そこでですね、それをもうちょっと分かりやすく図解をしてみました。この魂があって、ここからこう出てきてるのがこれが道です。そうですね。霊的な道と物理的な道です。そうです。ちなみにこれまだコンセプトの段階ですから、神様のコンセプトです。これまだできてません、世界が。そうです。それで霊的な世界の道っていうのは何かというと、生まれる前なんですよ。そうですね。物質界に生まれる前です。で物理的な世界の道っていうのは生まれた後なんです。私たちが住んでいる我々が今ここにいる世界です。そういうことです。でこの魂っていうのが物質的ではない個々人の意識ですね。でこの完全な知っていうのが本当の自分を思い出す場のことです。でこの完全な体験っていうのが本当の自分を実際に物質界で体験する場ですね。でその両者の統合したところが先ほどのリンゴの芯、神のエッセンスの部分になると思います。それで
この絵から分かることは、うん、魂っていうのがこの完全な知っていうのを霊的な世界の道を通って獲得するんですけど、はい、これはすでに持ってるっていう理解なんですけど、生まれる前に持っていた完全な知を生まれた後に体験するっていう、そういうことです。こういうことですね。そういうことです。はい、そうです。はい。逆に、あの世の世界で、すでに悟っていたことを持ってきてるんですよ。ああ、そういうことです。はい、持ってきていて、それ忘れてるんだけど、体験することによって、それを気づくわけですよ。そういうことです。それがしたかったわけだ。ああ、なるほど。はいはい。とても大切ですね。はい。だから、不完全な魂が地上に出て、自分をトレーニングすることによって、進化していくっていう考えではないっていうことです。言い換えると、自己再創造です。はい。もともとは神だったんだから。はい、そういうことです。今のとってもいい大切なところですね。はい。で、今のコンセプトフェーズなんですけど、実際にじゃあ実践フェーズに入ります。はい。で、神はこの計画を実行するために2つのことをしました。はい。霊的世界の創造と物理的世界の創造なんですけど、霊的世界の創造っていうのは一体何かっていうのはこれなんですけど。そうですね。わかりました。ちょっと説明しましょう。神様は最初に戻ると全てが自分であった。それが神という存在であった。自分自身を比較対象するものがないから、神様は偉大な知を体験したいと要求したけどできない。それでは。で、どうしたかって言ったら気がつくわけです。神様自身が、そうだ、自分自身を分割しよう。で、その個別化した魂に自分の能力とか資質を与えたら、その彼らを通して自分が体験できるんじゃないかなと、まずそう思って、この霊的世界の中で大きな魂、これ神様ですね。この神様が自分を分割して小さな魂、高橋さん、私、というものをまず霊的に作った、想像したってことだと思います。それでこの大きな魂が小さな魂に分かれたっていうことは、多分ポイントが2つあって、1つは、これ何か別のものを想像したわけじゃなくて、分かれたわけですよ。もともと分かれたものだから、また一緒になると元通りになるんですけど、これ、ワンネスっていうことで、惑星から自然から動植物、あらゆるものが一つであるっていうことの理解の大元はここにあると思うんです。なるほど。というのは、アニミズムとかでは、自然の中にも魂が宿ってるんですよ。で、その魂っていうのは、我々の魂と別のものかっていうと、大元は一つで分かれたものだから。そうです。究極的には一つですね。で、こういう机とかも、これ物質なんだけど、元はといえば、これ素材が土とか石油とか、あと木とかそういうものができてるわけだから、もともとは魂のある生き物だったわけじゃないですか。そうですね。そういう意味だと全部、形のある奥には霊的な魂があって、その魂っていうのはもともとあるものが分かれているものだっていう、そういう理解ですよね。そういうことですね。多分振動数の違いだと思います。で、それともう一つがあって、さっきのリンゴの話、要するにこのですね、この霊的世界っていうのは、この元々の我が家とは違う世界じゃないですか。我が家の中に一体化していた全ての魂が個別化して分かれたことによって霊的世界ができたということは、この霊的世界というのは個性のあるエネルギー、個別の個性のエネルギーですね。そうです。に分かれたっていうことですよ。それでさらに神はもう一つ物理的世界を作りましたと。それを体験するためですね。体験する世界として物理世界を作りました。これはどのようにして作ったのでしょうか。ですね、一番最初に戻って神の在り方っていうのを説明するときに、
神は純粋な思考というエネルギーってのも実は神の在り方の一つなんだけど、その純粋な思考という振動数を神自身が落とすことによって実はいろんな物質を全部作ったわけです。そういうふうにして神様は物質を全部作った。そしてその中でですね、ここがとっても大切なんですね。まずは神様自身が自分のエネルギーをスローダウンして幻想としてですね、物質を作った。そしてこの物質宇宙の中で時空ができると書いてあるけど、これはどういうことかというと、神様はさらに自分自身をこことあそこってまず分割したわけです。そうするとこことあそこが成り立つためには、こことあそこでない空間、ないものが存在しないとこことあそこが成り立たない。そこで具体的にここが一つ、あそこが一つ、そしてこことあそこでないっていう3つの要素がここで必然的に生じてくるわけです。この3つの要素が実は聖なる三位一体のあり方となり、神の印となっていきます。はい。はい。ですね、ちょっとここにまた戻りまして、戻った。はい。はい、物理的な世界っていうのは、はい、これ形のある世界なんです。そうですね。はい。はい。で、霊的世界は、エネルギーの個性はあるけど、形がない世界。ないですね。はい。で、この世界をぐる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 行ったり来たりしてる。そういうことです。その中で体験することができる。そうですね。はい。知ってることを体験できる。はい、そして知恵に変わる。はい。はい、なので、霊的世界と物理的世界の両方とも必要。両方とも必要。だから神はその両方を作ったわけです。霊的世界だけだと体験できない。できないですね。はい、そういうことですね。はい。そういうことです。これですか。はい。そうです。はい。それで、これも大切ですね。こちらが霊的世界で、こちらが物質世界、主にですね。はい。はい。で、このように神は霊的世界と物理的世界の2つを作ったんですけど、これは何のためかっていうと、神が神自身を体験するため。そうです。そういうことです。はい。そのために神は私たちが人生を体験できるようにあるシステムを作りました。そうですね。はい。はい。これも大切です。一番重要なことから言うと、まず意識ですね。自分が自分であると気づく意識。意識を作りました。はい。で、愛のエネルギー。これは神そのもので、神そのもののエネルギーの一部が自分になっているっていうことですから、自分の存在そのものが愛のエネルギーです。はい、神の一部として、魂のね。もう一つ言い換えると、生命エネルギーと言ってもいいです。はいはい。はい、生命エネルギー。はい。はい。究極のエッセンスの世界で実在するのは、もう愛だけなので、生命エネルギーって言うと、そこのニュアンスが感じ取れないこともあるかと思って、一応愛のエネルギー。なるほど。はい。なるほど。はい。それとあとも人生というプロセス。そうですよね。個々人がいろんな道を歩んでいく、その道ですね。はい。はい。と、あと自由意志。そう。選択する自由ですね。はい。はい。で、これは神様が与えてくださっているっていうことなんです。そうです。自由意志が当たり前に自分が自由意志持ってると思ったら大間違いで、自由意志があるっていうのは自由にものを考えたり、選択したりする、意思決定をするっていう能力をもらってるので、できるっていう。そういうことです。そういうことです。はい。で、ここもうちょっと私もちょっと説明すると、神様はここで言われるように、神自身を体験するために神様は私たちや物質世界を作った。それを神様はじゃあどうやって私たちを通して体験するかって言ったら、個別化した私たち一人一人に今高橋さんが言われたように、意識とそれから愛のエネルギーと人生というプロセスで自由意志を与えることによって、そのエネルギーを私たちは使いながら望む自分の人生を歩んでいくことができる。そういうふうにして神様は私たちを通して自分自身を体験する方法を作ったわけです。はい。はい。それで、このちょっと人生っていうプロセス、これについてもうちょっと
ブレイクダウンしてありますあります、大事なことがあります。はい。で、人生というプロセスを成り立たせているものは何か。そう、これとても大切ですね。ここです。はい。記憶を忘れる。そう、記憶を忘れる。はい。忘れてるので、自由意志で選ぶことができるんですよ。そういうことですね。はい。で、この記憶を忘れるっていうのは、この輪廻転生してるので、この機会に、地球ではですね、記憶を忘れてます。はい。そうですね。スピ情報によると、記憶を忘れないで輪廻転生している星もあると聞いてますけど、あり得ると思いますね。地球の場合は、意図的に記憶を忘れるようにしてるんだと思います。そうです、そうです。っていうのは、地球の転生って、結構辛いことが多いので、多分そういうことだと思いますけど、ちょっと説明してもいいですか。はい。ここですね、記憶を忘れるって書いてるんですけど、これ大切な要素なんですけど、これをですね、同じスピ系の人でも時々ですね、記憶を忘れさせられたっていう表現をする人もいるんですね。私はそういう解釈とは別で、記憶を忘れたのは私たち自身が忘れたわけです。なぜかって言ったら、さっき高橋さんも言われたけど、私たちはもともと神から来てるから、個別化した魂は全部知ってるんです。全部知ってて、この物質界に降りてきて神の側面を体験しようとすると、全部答えを知ってるってことになるわけです。単純な言い方したら、明日テストを受けるのに10問の質問があるけど、完璧に10問の質問を知ってると何のワクワク感もないでしょ。喜びもないし。だから一旦それを忘れることによって自由意志で自分自身の人生を作り上げていく、そこに喜びがある。そのために私たち自身が持ってた記憶を忘れるってことです。もう一つ大切なのは、忘れてはいるけど実は私たちの細胞の一つ一つ、あるいは遺伝子の中、あるいは魂の奥深くに実は記憶はちゃんと残ってるんです。だから物質世界で生きてる時に内観をするとか瞑想するとかっていうのは意識を内側に向けるから、向けて深く入れば入るほど本当の自分を思い出すことができるってところにつながると思います。はい。はい。それでですね、この記憶を忘れて自由意志で選ぶことによって体験ができるんですけど、この体験をですね、するために、ある法則があります。なるほど。はい。法則があって、その法則を使って私たちは体験を想像しているわけです。そうですね。はい。で、この法則というのが何かというと、なるほど。はい。この宇宙の法則、宇宙の法則というと大げさですけど、この原因と結果波長同通っていうのが、地球だけじゃなくて宇宙全体で普遍的っていう意味で、宇宙の法則。なるほど。はい。はい。バシャールとかも同じことを言ってます。はい。なるほど。与えたものを受け取るみたいな。そうですね。これ与えたものを受け取るから原因と結果だし、同じものを受け取るんだから波長同通ですよね。そうですね。はい。波長同通とも言うし、引き寄せの法則でもいいかもしれないですね。はい。原因と結果っていうのは思いが現実化するとか、今の思いが未来を作るとか、あと、波長同通っていうのは与えたものを受け取る、そうですね。あとその愛の思いで何かしたことは、循環して自分に戻ってくるとか、自分のエネルギーを増幅させるというようなこととか、そういうものもこの中に含まれます。そうですね。ここでですね、原因と結果、これは当たり前の話なんですけど、これも一部の人は悪い結果が起きた時になんか天罰を受けたとか、神からの試練を受け取ったとか、与えられるとかっていう理解の仕方もあるんですけど、私の場合にはそういう考えとはまた別の考えで、これは単純に仏教でいう因果応報、自分の考えが原因になってその結果を自分が受け取る、あるいはイエスさんが言われた言葉を引用すれば、蒔いた種は自分で刈り取るってことであって、
結局自分が原因になって自分が結果を受け取るっていうごく自然の流れだと思います。波長同通もこれはヘブさん HEB 高度に進化した存在の人たち、彼らは言葉はもう使わなくてテレパシー、感情ですよね。感情は嘘つけないから、そういうテレパシーで会話をコミュニケーションするそうです。だから愛の感情を出せば愛の感情で返ってくるということをもう彼らは当たり前のように理解していると思います。はい、はい、ビジネスとかをやってる時も、自分が出してる波長と同じような波長を出してる人と出会うみたいな、そうです、そういうことですね。ビジネスに限りませんけど、そういうことはありますね。で、実はその神というのはもともと非物質的宇宙として神としてありますと、あるんだけど、神が作ったこの世界、霊的世界、物理的世界には神は登場しないわけです。神は登場しないんですけど、その代わりこの法則として宇宙を支えている。で、観察者に徹しているわけです。神はね。そういうことですね。人間も地球とかいう惑星も、あるいは太陽の恒星も銀河も、これ全て被造物だし、魂持ってる、個性のエネルギー持ってる存在なので、全て体験者の方に入ります。神ではなくて体験者の方に。で、その人たちは全部同じ法則に従って、自分の自由意志で体験を創造している。そうですね。で、この調和した宇宙を作っていると、っていう理解です。それで今の話がですね、結局、神はなぜこの宇宙を作ったのかっていう神体的な説明なんですけどね、神様対話の説明なんですけど、それをですねちょっと、まとめていただきたいと思います。もうすでにここに書かれてますけど、最初に言ったまず存在のすべてが宇宙であり神であった。でその神は偉大な知ってのを体験して味わってみたかった。これが神の、最初の欲求、宇宙の欲求ですね。でそこから神の計画が始まった。どういうふうにしたか。まず神様は体験するために物質宇宙をまず幻想として作ります。だからこれはもう幻想で始まっているわけです。さらに神様は自分自身を分割して個別化したたくさんの私たちを作った。でその私たち一人一人に神の能力、それと神の資質、性質、それを与えた。これを言い換えたら、私たちは神に似せて神をかたどったと言われるのはそういう意味です。そしてあとは神様は観察をするだけです。一人一人、高橋さん、私がそれぞれ自由意志に基づいて自分の人生を作っていく。それを神様は最後にみんなを拾い集めたら偉大な自分が体験できる。これが神様の計画であり、これが神と私たちとの関係だと思います。それで我々は人間として自分に与えられたロールを粛々とこなしているわけですけど、ここにあるように、自由意志で望む人生を作るということがですね、我々の目下の関心事であるわけです。それで、後半はですね、神体的神話の2ということで、我々がどのように望む人生を作っているのか、作るのかではなくて、今、我々現に任務遂行中なので、それをちょっと俯瞰的に眺められるような、そういう話をしていきたいと思います。今日のところは以上になります。今日の野川さんとの話を聞かれまして、皆さんどのような感想を持たれましたでしょうか。少しでも金銭に触れるところがあれば、それはもともと皆さんが持っていた思想であり考え方なので、ぜひそれを日々の生活に使っていただければと思います。この内容に共感された方はぜひチャンネル登録もお願いします。またお友達にも教えていただけるとありがたいです。では今日もご視聴ありがとうございました。では失礼いたします。